皆さんこんにちは。キューベイインサイトラボのキューベイです。トランプ政権が2026年の1月で、2年目を迎えるわけですけども、その中で、印象に残ったことを、今日はちょっとお話をします。オールドメディアもですね、YouTube でも、X においても、全く触れられていない、テーマについて、今日はちょっとお話をしたいと思います。でまずトランプ政権の2年目なんですけども、この2026年の1月に印象に残った、3つの世界情勢、これを3部作で、お届けをしたいと思います。今日はその1回目です。でまず、2026年の1月の3日に、ベネズエラに侵攻して、マドゥール大統領を逮捕した、こういった事件がありました。それから1月9日にグリーンランドの所有発言がありました。これがですね、2026年1月の冒頭に起きた事件というかですね、話題なんですけども、これは私はですね、懐疑的っていうかですね、ちょっと斜めに見ているんですね。でこれは、トランプ流ということをそのスタイルを、マスコミも、YouTube もですね、あんまり触れていないんですね。で私はトランプ政権の1期目の時にこういう人なんだなということを思っていてですね、2期目の今回は、それにプラスして、こういう手が加わってきたんだなということを、考えてるんですけども、それは次の、3つに集約されるわけです。一つは猫だましですね。これは相撲の、一つの、技ですけども、立ち合いの時にパンと、顔面の前でですね、手を叩いて、気をそらしている間に、回しを取るとかですね、潜り込む。こういうその猫だましというのが、技があります。で、もう一つはですね、トランプさんは、手札のカードを、いろんなその順番で出していくということなんですね。それで、ポーカーフェイスをするわけです。ポーカーゲームが、得意っていうかですね、名前の通りトランプゲームが得意なんですね。でこの猫だましと、ポーカーゲームっていうのが、いわゆるトランプさんの、特徴であるということですね。猫だましは相撲の技ですけども、トランプさん、プロレスも大好きで、プロレスとポーカーゲーム、そういった、極めて分かりやすいスタイルだというふうに思っています。でそれで1期目と2期目で違うのはですね、2期目の今回は共和党の、ヘリテージ財団というところがですね、シンクタンクとなって、極めてその緻密な作戦を、立てている、そういったことが加わったということですね。なので、トランプのスタイルというのは猫だまし、ポーカーゲーム、それから細部にわたる詳細で緻密な作戦に基づくディープステートとの戦い、こういうふうに言えると思います。でこの1月3日のですね、ベネズエラ侵攻も1月9日のグリーンランド所有発言でもなくてですね、これはあくまでも猫だましとポーカーゲーム、話題をそらすための、一つの陽動作戦のような、形なのではないかという思いがあったわけです。で、今回ちょっと、紹介するのは1回目は、マスコミも YouTube 界隈でもですね、誰も触れていない、一つの、ことについて、ご紹介したいと思いますし、それから、2部目、3部目、これから動画をアップしていきますけども、そこではそのダボス会議に関連した内容ということを、話していきたいと思います。それで、この3部作の中で、一つ、印象に残ったことを、人物ということで、象徴的に表現するなら、以下の3人というふうになると思います。1人目はトランプ大統領、とその、周辺のスタッフですかね。それから、2人目は、トニー・ブレア、イギリスの元首相ですね。2000年代ぐらいですかね。
そこに活躍をして、もう今引退していますけども、それから3番目は、現在のカナダの首相のマーク・カーニーさんですね。でこの3人に、ちょっと焦点を当てて、お話をしたいと思います。でその3つの物語を、この2月の、3部作として、紹介したいなというふうに思います。それで、この3部作の、を、見るにあたっての、前提条件というかですね、トランプ大統領のディープステートとの戦いの2年目ということで、これはちょっとおさらいなんですけども、ディープステートの、関係を示して、いる図です。でこれはちょうど、去年ですね、2025年3月3日の、キューベイの視点の、ボリューム57、で、お話をしたことなんですけども、それをそのまま、取ってきています。でこの逆三角形はですね、左側にシャローヒストリー、ミドルヒストリー、ディープヒストリー、浅い歴史、それから、ちょっと深い歴史、それが、かなり深い歴史、こういうその3層構造に分けてるんですね。で右側に、シャローステート、ミドルステート、ディープステートというふうに今書いています。要するに浅い国家組織の、問題、それから、中くらいの、深さの、組織の問題、それから、ディープステート、こういうふうになるんですけども、歴史を遡っていくと、ディープステートのその本来の、ところに、行くということなんですね。で去年の、1月に最初に、行った USAID の話であるとか、NATO の問題であるとか、ウクライナ問題、これはですね、割と歴史の浅い、話なんです。USAID が、できたのが、1970年代ぐらいから活動が活発化をしてきた。でウクライナ問題とかですね、それも、その通りですね。で、NATO の問題も、これは、その第二次世界大戦後ということになるわけです。でミドルヒストリーになっていくと、これフォートノックスというのは、その金塊が、アメリカの、政府の資産としての金塊が、保管されているところがフォートノックスです。これトランプさんが、政権に就いたときに、フォートノックスに本当に金があるかどうか、見に行こうなんていう話をしていました。この金塊が、本当に保管されているかどうかという、疑惑はですね、ニクソンショックの頃ですね、その変動相場制に移行したニクソンショックの頃という、歴史になるので、1970年代、80年代ぐらいの話になってくるわけです。それから、ジョン・ F・ ケネディの、暗殺だとかですね、ロバート・ F・ ケネディの問題、キング牧師の問題、それからブレトンウッズ体制ですとか、そういったものというのが、割と浅い歴史ということになってくるわけです。で一番深い歴史、ディープステートに近いところというのは、金融にまつわる話で FRB の問題であるとか、これジキルアイランドって書いてあるんですけども、これはジキル島ということなんですね。どういうことかというと、その前にちょっと用語だけを話すと、ジキルアイランド、ジキル島です。でスクエアマイルっていうのは、これはその1マイル四方の狭い土地、これロンドンのシティのことを表しています。要するにロンドンのシティの金融勢力が、1910年前後ぐらいにですね、ジキル島で、ジキル島っていうのは、ノースカロライナの、東ぐらいにあるんですけれども、そこで秘密会議を行って、連邦準備制度を作ろうということで FRB の設立を、議論して、計画をしたというのがジキル島なんですね。アメリカはご承知のように、連邦銀行であるとか、それから州ごとの銀行であるとか、その中央銀行を政府が作るかとか、FRB のような、民間が作るか、そういった戦いがずっとあったわけですね。でその中で、民間資本を入れて、政府とはまた独立して、そこが紙幣を作ろうと、紙幣を吸って、流通させようというのが、今 FRB はそういう体制なんですけども、それを、議論して始めたのが、1910年代の、ウッドロー・ウィルソン大統領が誕生する、数年前の話、それが、行われたのがジキル島で、
それは、ロンドンシティの、例えば、ロスチャイルドであるとか、ウォーバーグであるとか、そういったメンバーと、JP モルガンであるとか、そういったところが議論して、作ったのが FRB ということになるんですね。で、これらの、ユダヤに限らないですけども、昔のその金融勢力っていうのは、戦争が起きると、その負けた国の、民族っていうのは奴隷になるわけですね。で、戦争の、敗者は奴隷になる。それで、そこでまた奴隷貿易のビジネスがあったりする。それから戦争に対してお金を貸し出しをする。で、この戦争と奴隷と金貸しっていうのは、切っても切り離せないような関係にあるわけです。それが、約100年前の、1910年代ぐらいのところで FRB に、帰結をした。その後、2000年前後にはユーロの ECB にもつながったり、日本の日銀にもつながってくると思いますけれども、中央銀行の独立性という名目の中で、民間資本が、その紙幣をコントロールしているというのが、現在の問題になるわけです。そういうことで、トランプさんがディープステートと戦うという中で、ネオコン勢力と戦わないといけない。それからワシントンの官僚エリート層たちとも戦わないといけない。それから、トランプさんは、FRB ではなくて政府が発行する紙幣を、流通させるという。政府がコントロールするんだということを考えているので、この FRB とか、現在のドルの体制について、その歪んだ構造を正していきたいということを考えているわけで、この、特に紙幣とか、そういった問題に関していくということになると、歴史もかなり遡っていくことになるわけですね。なので、シャローヒストリー、シャローステートの問題から2年目以降は、いよいよディープヒストリー、ディープステートの問題に、入っていくというふうに、私は見ているわけです。それで、今日のテーマはこれです。大統領令防衛契約における戦闘員の優先。英語で言うとですね、ここに書いてありますけども、prioritizing the warfighter in defense contracting。こういうふうになるわけです。で、これは、ちょっと意味がですね、わかりづらいんですけども、このウォーファイターというのは、実際に戦闘する、戦闘員ですね。もしくは、文官がいたとしたら武官全体そのもの、ということにも、なります。必ずしも兵士だけではなくて、兵隊補給の、後方支援も、入ると思いますけども、要するにですね、防衛契約、これ国から、受注をする防衛契約については、前線でその戦う兵隊、もしくは部隊、その兵隊補給の部隊も含めて、そういうその戦闘組織に対する、これがお客さんになるわけで、顧客ということですね。顧客ファーストというのと、同じなんですけども、この戦闘に前線で戦う人たちのことを考えたものを最優先にしなさいというのが本来の防衛契約だという、そういう意味での大統領令です。非常に分かりづらいというかですね、言葉通りに考えると、なんだこれというような、感じになるんですけども、実はこれが、結構重要な問題というかですね、トランプさんが打った一つの大きな布石ということになるんだというふうに考えています。このページはですね、ホワイトハウスのところから取ってきたんですけども、プレジデンシャルアクションということで、prioritizing the warfighter in defense contracting というふうに書いてあります。で、これが executive orders、大統領令であると。それから、2026年1月7日に発行された。ちょうどそのベネズエラとかですね、グリーンランドの問題の最中で、マスコミが大騒ぎしている中でですね、これがひっそりと、その交付されたということになるわけです。で、この大統領令ですね、何かということになると、非常にそのシンプルです。ここに書いてあるように、業績不振と指定された、請負の軍需産業に対して、一つは、株式買い戻し、自社株買いですね。
それと配当を禁止する。それから2番目は役員報酬に制限を課す。で、この2つの内容なんですね。で、これがどういうことか。請負軍需産業というのが、いわゆるネオコンですよね。ペンタゴンを顧客として、そこに対して、兵器を、製造して、供給する会社。そういったものが、ネオコンになるんですけども、そこに対して、自社株買いはダメですよと。業績不振と、指定された場合ですけどね、自社株買いはダメだと。配当も禁止だと。役員報酬に制限を課す。これは、その大統領令に、タイトルにあるように、ウォーファイター、要するに戦闘員に対して、優先しろということですね。戦闘員に対する兵器の、提供を、きちんとしていないのに、業績不振と、指定されたネオコンは、自分たちの利益のために自社株買い、もダメだし、配当もダメだし、役員報酬を、無制限に取ることもダメだということの内容になるわけです。それで、今回のこの大統領令を、練ったキーパーソンの人たちなんですけども、まずこの J.D. バンス副大統領ですね。J.D. バンスは、ディープステートを、解体したいと。それが、アメリカの国益のためになっていないというふうに考えている、一人でもあるわけです。それから、大臣クラスでいうと、スコット・ベッセント財務長官。このスコット・ベッセント財務長官は、今回の自社株買いだとか、配当禁止だとか、その役員報酬、そういったものに対して、今回関わったということですね。それから、ピート・ヘグセス国防長官ですけども、これはそのネオコンに対して見ればですね、発注者になるわけですね、国防長官が。そういった面で参画しています。それからスティーブン・ミラー政策担当の大統領補佐官。これはトランプさんの懐刀とも言われているブレーンの一人です。で、もう一人はですね、ここ黄色の線で囲ったんです、黄色の枠で囲ったんですけど、あんまりYouTube でも出てこない、それからマスコミでも、出てこない。だけど、実際のキーパーソンの一人ですね。ラッセル・ボート予算管理局長、OMB というのが予算管理局長、予算管理局なんですけども、位置づけとすればですね、日本でいうと、片山さつき財務大臣、それから財務省の事務次官がいたとします。で、事務次官と、大臣の、中間クラスみたいな、位置づけなんですかね。要するに予算を全部握ってるわけです。日本の財務省でいうと、予算を握ってその執行権を行使しているのは、財務省の事務次官、もしくは理財局の局長というふうになるわけですけども、この足して合わせて2で割ったような、イメージがこの予算管理局 OMB ということになるわけですけども、このラッセル・ボート、予算管理局長というのが、実際にはですね、影の大統領と言われるぐらい、切れ者で、それで差配を振るっているというふうに、言われています。で、この人はですね、冒頭に言った、プロジェクト2025という、これはヘリテージ財団が、トランプ政権を支援するためっていうかですね、共和党が考えたそのシンクタンクなんですけども、その政策をトランプさんに実行してもらおうということで、書き上げたものが、プロジェクト2025ですね。で、これは大統領選挙の年の2024年だったかな、2023年の末だったか、そこら辺にはもう、発表されているわけです。で、その、プロジェクト2025を、書き上げた執筆者の一人でもある、このラッセル・ボートさんというのが、今回の、極めてこの巧妙な、作戦を、作戦といったらおかしいですけども、その大統領令を、指示をした、起草したということに、なるわけです。それで2025年に、2025年12月にですね、発表された、アメリカの新国家安全保障戦略、NSS2025 と言っています。
で、これはアメリカが世界に対して、どこにでも紛争の介入をしていくというものはもうやめるということで、西半球にフォーカスをしていくということを言った大規模な、アメリカの介入主義の転換になるんですけども、これに加えてですね、今回の2026年1月のこの自社株買い制限の大統領令というのは、アメリカの国防政策におけるですね、ある意味パラダイムシフトを象徴しているということが言えると思います。で、これが、ネオコン、新保守主義勢力への打撃になるという、解釈に私はしているんですけども、一つはですね、ネオコン的な介入主義からの脱却という、意味合いがあると思うんですね。で、NSS2025 では、過去数十年間の、世界的なその民主主義の拡大とかですね、体制転換を目的としてきた、そのいわゆるアメリカの軍事介入。で、これをですね、アメリカの資源をただ浪費させる負担であるということで、明示的に否定したわけです。それでその不干渉主義に、していく、もしくは同盟国へ負担増の要求をしていくということになるわけですけども、このネオコン的な介入主義はもうやめますよということを言っているわけですね。で、もう一つの意味合いとしては、今回のこの大統領令は、その防衛産業のコンプレックス、要するに軍産複合体への、宣戦布告であるというふうに言えると思います。この自社株買いの制限がなぜ宣戦布告になるのかということなんですけども、そのウォール街優先してきたことを是正するということをですね、例えば過去何年か、数年間、主要なその防衛産業、例えばロッキード・マーティンであるとか RTX などの、防衛産業、上場している、企業があるわけですけども、その莫大な利益を自社株買いや配当に回して、株価を釣り上げてきたわけです。その莫大な利益っていうのはですね、例えば、ミサイル、そのトマホークミサイルでもいいですけども、ミサイル一発の原価がいくらかというとですね、その数万円とか、十数万円とか、せいぜい言っても、2、30万円とかですね、本当にその原価だけでいうとそれぐらいなんですよね。で、それに対してミサイル一発数千万円ということになるので、それがその政府から買い上げてもらうということになると、莫大な利益になるわけですね。で、そういったものをですね、自社株買いに回す。自社株買いに回すということはどういうことになるかというと、株価を釣り上げる目的もありますし、あともう一つは、その投資家の目を気にしないでですね、自分で好きなように、お金を使うことができるという、意味合いもあります。で、それをさらに配当に回せばですね、投資家から文句を言われずに株価を釣り上げて、自分たちが使い放題、好きなようにお金を使うことができる。こういったことになるわけです。で、この、中に、その、汚職とか利権の構造、政治家に対するその資金とかですね、様々な政治献金であるとか、様々な問題があるわけです。で、これをそのトランプ政権は、例えば、ネオコン勢力に対する議員に対してですね、政治献金というものは問題ではなくて、別の側面から、切り込んでいったわけですね。で、こういうようなその企業の構造というのは、これがその生産の遅れ、兵器生産の遅れとか、その兵器の品質低下を招いているということで、批判されているわけです。つまり、莫大な利益を上げたものが、前線で戦う兵士のため、戦闘員のためではなくてですね、要するに顧客ファーストではなくて、裏で、その自分たちが好きなようにお金を使う、もしくはその政治献金に回す、場合によってはそのキックバックに回る、こういうような、その構造を、別の側面から、切り込んでいったということになるわけです。で、もう一つの報酬制度の改革ですけども、この経営陣の報酬をですね、その短期的な財務指標、株価ではなくてですね、
納期や生産量、納期とか生産量に連動させるように義務付けているわけです。これ経営者の報酬は、株主を儲けさせて企業が利益を上げればですね、無尽蔵で経営陣も報酬を、受け取ることができるというような、株価連動型の、その考え方からですね、本来は、兵器を軍需産業として兵器を製造するのであれば、やはり顧客ファーストで、納期であるとか、その生産量であるとか、どれだけスピーディーにですね、生産できるかという本来の、その事業目的の、達成度に、連動させないと経営陣の報酬というのは高額報酬をもらってはダメだというような形にしたわけです。これによってですね、投資家、それから経営層によった、従来のその防衛ビジネスモデルというものを直接的に、打撃を与えることになるわけですね。で、それからこれがその、ネオコン産業に対する、宣戦布告だというふうに、私は捉えているわけです。で、これネオコン勢力の、一層になるかということではですね、このネオコン勢力っていうのは、どういうふうに定義するかにもよるんですけども、例えば介入主義によって、永続的、恒久的な、戦時経済を作り出す。要するに、その武器の製造をして、それを消費してもらわないと、この軍需産業の経済が回っていかないので、いろんなところにその介入を行って、戦争というものを意図的に作り出していく、恒久的な戦時経済ということになるわけですけども、それによって潤うシンクタンクとかですね、軍需産業、そういったその蜜月関係を基盤にしてきたわけです。で、そこに対する資金源の遮断ということになるわけですね。要するに軍事介入が減り、さらに企業の利益が株主還元ではなくて、生産設備への再投資に強制的に振り向けられるということになればですね、政治家とかアドバイザーへのキックバック的な資金の流れが、完全になくなるかどうかは分かりませんけども、間違いなく細くなるだろうということになるわけです。それから実利主義への転換というかですね、政権の狙いとしては、防衛産業を投資の道具から、本当にその国家の盾ですね、盾としての実態、これは何かというと、それだけの生産能力ということになるわけですけども、そういうその組織、本来の軍需産業の生産能力のある組織へと回帰させるということにあるわけですね。要するに不透明で、怪しいその資金源、を遮断する。で、本来の、目的である、軍需産業そのものを否定しているわけではないので、軍需産業の本来の目的に回帰させる。こういったことですね。で、結論として、こういうものが、ネオコン的な、軍と民間の癒着構造を壊していく。それで戦うための軍隊、それからそれを作るための産業基盤、実直な産業基盤、そういったものにリセットをする試みというふうに解釈ができるわけです。それがですね、私が着目している点なんですね。つまり、よく練られた作戦であるということになるわけです。NSS2025 で介入の停止を宣言して戦争の出口を塞ぐ。それから自社株買い制限などで軍需産業の不当な蓄財及び政治工作資金を断つ。それから生産の実績、これは納期品質ですね、のみで評価する仕組みを構築する。で、これをすることによって利権のみを追求する旧来のアドバイザー、例えば国防長官とか国務長官だった人間が、引退後にアドバイザーになって、チューチュー利益を吸うとかですね、それとかシンクタンク、政治家のネットワーク、ネオコン勢力、そういったものの経済的、政治的基盤を徐々に失っていくということになるんですね。
で、この例えばネオコン勢力ということでいうと、私はすぐ思い出すのが、ブッシュ政権の時の副大統領だったディック・チェイニーさんなんですね。で、このディック・チェイニーさんは、図らずも去年、2025年に、亡くなりましたけども、その娘の、リズ・チェイニーは相変わらず、同じ共和党離れたのかな、中でもですね、ネオコン勢力なんですよ。で、そういったものに対してですね、極めて有効な手を打ったというふうに、私は、評価できるなというふうに思ってるんですね。さらにこれは大統領令なので、これを法律にしてしまうとですね、議会で、賛否を問わないといけないと。大統領令だけで、できてしまうことなんです。で、例えば自社株買いの制限とかっていうのはですね、これは証券関係の、アメリカの中の法律でいうと、こういう、例えば、業績を上げて、投資家に対して、配当もしてですね、で、こういうような、状態であれば、自社株買いは OK ですよというような基準があるわけですね。で、それは、ある言い方をすれば、形式基準、形式的な体裁を整えれば、それが認められるというような慣行があったわけです。で、これを、実質基準に変えたという、言い方ができると思うんですね。そこら辺は、その市場とか金融法制をよく分かっているベッセント財務長官が、うまく考えたことだと思うんですけども、形式基準から実質基準に、行政の執行を変えるだけでできてしまうんですね。つまり、議会を通す必要がないと。しかも、大統領が、トランプさんの任期はあと3年ありますから、3年の間は、少なくとも、この、自社株買いの制限とかですね、この大統領令は有効に機能する。なので、誰にも邪魔されずにですね、そういうことを、できる。例えば3年間、このネオコンの不当なやり方による資金で、その民主党なりですね、ネオコン勢力の政治家に対して資金が渡っていたものが、そのパイプが断たれるということになると、実際にそういう勢力を議会、もしくは大統領、もしくは政府、そういったところから排除していくという効力を持つことになるわけです。そこら辺が非常に今、私はうまい、よく練られた作戦であるというふうに考えています。で、この大統領令がですね、アメリカのトランプ政権うまいことやったっていう、ただ関心をするだけではなくて、実際に日本にも影響があると思います。考えられるのは4つなんですけども、生産能力という名の踏み絵、要するに、生産能力を重視するということで、それが日本の貿易企業に対しても、同じように同盟国で、その部品なり何なりですね、完成品もそうですけども、それであれば、その生産能力を、担保しろというような、貿易企業に対する圧力が、あり得るということですね。それか、二つ目はですね、日米共同開発をしている案件があるので、それが加速をしていくのか、停滞なのか。どちらに触れるかは分かりませんけども、少なくともですね、能力なき企業は排除されるということになると思います。それから3番目はですね、政治の方ですけども、日本政府の、防衛政策に、影響が、あるということですね。これは防衛装備移転三原則という前提の見直しの圧力があるかもしれない。どういう圧力があるかどうかっていうのは今は分かりませんけども、影響する可能性があるということですね。それから4番目はネオコンの影響力の後退、要するにコンサルタントであるとかアドバイザーであるとか議員からとかですね、そういうネオコン影響力の後退で、実利主義外交ということはどういうことかというと、これペンタゴンが顧客なので、そこの意向が、かなり反映していてですね、周りのアドバイザーとか、ささやく人たちというのは交代していくということになると思います。で、日本に対する影響ということで考えるのはですね、旧米としては、これは技術的な独立という面でいうと、防衛技術の技術的な独立という面でいうと、
かえってプラスなんじゃないかなというふうに思うんですね。大きく言って、2つに分かれると思うんですけども、1つは、アメリカのサプライチェーン型ですね。で、これは、アメリカのその軍需産業の中の、サプライチェーンの中の一つとして、やっている企業という意味合いですけども、これはその実利とコストを共有するような形になると思います。例えばミサイルの部品とかですね、航空機の機体構造とかですね、そういう量産効果が、出る分野、こういったものは、アメリカのその軍需産業のサプライチェーンに組み込まれているわけですね。で、日本側のスタンスとしては、あくまでもビジネスとして割り切って、アメリカが求める納期、それから品質、それからスピードですね。こういったものを徹底的に提供するということになるわけです。で、もう一つはですね、ここが重要なんですけども、完全に、日本国内で内製をする、それから技術も取得する。で、これは何かというとですね、国家の生存を担保する切り札なんですね。で、この、国家の生存を担保する切り札っていうのが、最も重要だというふうに、思っています。例えば、電子戦であるとか、極超音速であるとか、水中ドローンであるとか、レーザーであるとかですね、そういったものですね。レーザーとか、あと、電磁波で発射する砲弾とかですね。いろんな技術がありますけども、あるいは、特定の素材の技術とかですね。で、こういうようなものというのは、戦況を一変させる可能性のある分野なんですね。切り札になるわけです。で、これは、日本側のスタンスとしては、装備移転、つまり輸出はしないと。どこに対してもですね、同盟国であろうと何であろうと、装備移転は、対象外にする。で、予算もですね、アメリカの顔色ではなくて、独自に配分する。で、アメリカの実質基準とか監査が及ばないと。完全にクローズドな開発ラインを維持するということが重要ですね。で、今高市政権とか、野党とか、いろんなその防衛費の議論がありますけど、防衛費の、何パーセントとかっていうものではなくてですね、一番大事なのは、完全内製秘匿型、この切り札を、どういうふうに作っていくかということなんですね。で、サプライチェーンに組み込まれるかどうかっていうのは、ある程度、防衛費、その三原則の中で認められた企業であれば、企業が勝手にやればいい話です。で、その企業は上場企業かもしれません。で、この完全内製秘匿型っていうのは、上場企業である必要もないですし、完全に国家が抱える産業であってもいいです。上場企業であれば、国家がそこに介入をして作れるような産業であってもいいと思いますけれども、こういったものが必要になってくるということですね。で、これは日本国という国家を生存を担保する切り札というふうに私は考えています。国家安全保障戦略 NSS2025 の大幅な転換に続いて、ネオコンの改革に乗り出したトランプ政権がディープステート潰しも第2ステージへ入りました。しかし、同盟国としての日本も他人事ではありません。でもですね、逆にこれを好機と、捉えるべきではないでしょうか。皆さんはどう思いますか。一度、立ち止まってよく考えてみるのもいいと思います。キューベイでした。